お盆やお正月、久しぶりに実家へ帰った時、少し小さくなった親の背中やおぼつかない足取りを見て、ふとこんな風に思ったことはありませんか。もし介護が必要になったら、できるだけ良い施設に入れてあげたい。でも親の年金だけじゃとても足りそうにないな。足りない分は今まで頑張って貯めてきた自分の貯金から毎月少しずつ援助してあげよう。それが子供としての務めだ。もしあなたが今そんな風に優しい決意を抱いているとしたら、その考えを見直す必要があるかもしれません。その親を思う優しさがあなた自身とあなたの愛する家族全員を老後破綻という苦しい状況へ引きずり込むトリガーになる恐れがあるからです。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、親の介護に自分の貯金を出してはいけない理由についてです。私たち50代60代にとって、自分を育ててくれた親は何者にも代えがたい大切な存在です。いつまでも不自由のない穏やかな生活をさせてあげたい。その美しい感情は痛いほどよくわかります。しかし2026年からの介護制度の見直しとインフレという経済の波を直視すれば、自分のお金で親の介護を支えるという選択は、家族全員が乗った船が共倒れして沈んでしまう無謀な後悔になりかねません。なぜ親思いの良い子ほど介護破産のリスクを抱えてしまうのか。そしてなぜ私たちは自分の生活が苦しくなるとうすうす分かっていても、見栄や罪悪感に負けて大切なお金を出してしまうのか。テレビのニュース番組があまり語らない介護にまつわる不都合な真実と私たちを縛っている心理学と感情の穴を今日は徹底的に解き明かしていきます。動画の後半では、この巨大なリスクから新NISAや節約で必死に積み上げたあなた自身の老後資金を守り抜くために、実利に徹した介護の防衛戦術を公開し、最後には重要なポイントをしっかりまとめておさらいします。あなたとあなたの子供たちが歩むこれからの航路を、介護という巨大な渦潮で沈めないために、どうか最後まで一緒に確認していきましょう。まず最初に、私たちが直面している一つ目の事実についてお話しします。それが、令和8年、2026年からの改定に伴う、ステルス負担増のリスクです。これまで多くの人は、心のどこかでこう信じてきました。日本には立派な介護保険制度があるから、いざとなっても窓口負担は1割か2割で済むはずだ。確かに、かつてはそれでなんとかなる時代がありました。しかし、その甘い前提は今、音を立てて崩れ去ろうとしています。令和8年、2026年6月からの介護報酬見直しなどにより、現場の処遇改善などに伴い、サービス価格に影響が出る可能性があります。これは言い換えれば、利用者が支払う自己負担額が、私たちの見えないところで段階的に上がり得るということです。さらに恐ろしいのは、所得制限などの壁です。これまでは住民税非課税世帯として手厚い減免を受けていた層も、預貯金額や世帯の要件などにより、食費や居住費の補助が外れるケースが出てきています。毎月の施設利用料が15万円だったものが、ある日を境に20万円に跳ね上がり、それが5年、10年と続けば、数百万、数千万円単位の巨大な差となって、あなたの通帳を容赦なく直撃する恐れがあるんです。ここで、一つの具体的なシミュレーションをお話ししましょう。仮に、あなたの親の年金が月12万円だったとします。しかし、特別養護老人ホームに入りきれず、民間の有料老人ホームに入居し、月々の費用がおむつ代や医療費を含めて20万円かかったとしましょう。その差額の8万円を、あなたは毎月、自分の持ち出しで補填することになります。月に8万円、1年で約100万円です。介護期間が平均的な5年で終われば、500万円。もし介護が長期に及び10年になれば、1000万円が消えていく計算です。あなたが必死に節約し、残業をして稼ぎ、
新ニーサでコツコツと増やしてきたあなた自身の老後資金。それが親の介護という終わりの見えないトンネルの中で、まるで底の抜けたバケツのように跡形もなく消え去ってしまうリスクがあるんです。では、なぜこれほどまでに恐ろしい現実が待っていると知りながら、あるいは薄々気づきながらも、私たちは自分のお金を出してでも親を支えなきゃいけないという選択をしてしまうのでしょうか。ここに私たちが無意識にはまっている2つ目のポイント、行動経済学と親孝行の穴が隠されています。私たちを縛る1つ目の罠はサンクコストの誤謬です。人間にはこれまでに費やしてもらった時間や愛情、お金を無駄にしたくない、恩をそのままにしておくのは気持ち悪いという強烈な心理的バイアスがあります。親には自分が小さい頃から身を粉にして働いて育ててもらった、学費まで出してもらった恩がある。だから今こそ自分がお金を出してその恩を返さなければいけない。そう考えてしまうんです。しかし、私はここで残酷な真実を突きつけます。介護という荒れ狂う海において、過去の恩義を現金で返そうとすることは、沈みかけた親の船に自分のライフジャケットを投げ入れるようなものです。結果としてどうなるか。親の船も沈み、ライフジャケットを失ったあなた自身も溺れてしまいます。友だ俺になった時、一番悲しみ、自分を責めるのは誰か。冷静に考えれば、親自身であることがわかるはずです。そして私たちを縛る2つ目の罠が、社会的比較と世間体です。親戚の〇〇さんは、お母さんをあんなに立派な施設に入れたらしい。兄貴は毎月5万円出しているのに、自分が出さないわけにはいかない。そんな周囲の声や世間体が、あなたの合理的な判断を狂わせます。普通の子供ならこれくらい出すものだ。お金を出さないと、冷たいようや不幸者だと思われてしまう。という見栄に縛られ、あなたは自分の首を絞める、高額な施設の契約書にサインをしてしまうんです。しかし、現実は冷酷です。あなたが良い子であり続けようとすればするほど、あなたの資産は削られ、あなた自身の老後は暗黒に包まれていく恐れがあります。見栄のために1000万円を溶かすことが、本当に親が望んでいることでしょうか。それは親孝行ではなく、他人の目を気にした自己満足の代償になりかねません。さらに追い打ちをかける3つ目の事実をお伝えします。それが、インフレによる介護コストの負担増と年金目減りのダブルパンチです。昨今の経済データでも指摘されている通り、今の日本は構造的なインフレの波に飲み込まれつつあります。介護スタッフの人件費の高騰、毎日の食事の食材費の値上げ、そして施設を維持する電気代のアップ。これらはすべて、最終的に介護施設の管理費や食費という形で、利用者である私たちの請求書に上乗せされる可能性があります。あなたが今シミュレーションしてギリギリ払えると思っている月に10万円という金額は、決して固定されたものではありません。3年後には23万円、5年後には25万円になっている可能性もあります。一方で、親の受け取る年金額は、物価上昇に完全には連動してくれません。マクロ経済スライドという国の仕組みによって、年金額の伸びは物価の伸びより低く抑えられ、実質的な購買力は削り取られていくからです。つまり、親の年金プラスあなたの毎月数万円の援助という計算式は、数年以内にバランスが崩れ、破綻する運命にあると言えます。一度援助を始めてしまえば、インフレで負担が重くなった途中で、自分のお金がなくなったから、もう明日から出せません。と施設に言うことは、精神的にも倫理的にも極めて困難です。一度足を踏み入れたら最後、自分の貯金が尽きるまで、お金を出し続ける底なし沼にはまってしまうのです。では、この恐ろしい介護友倒れのシナリオから、私たちの未来と、そして親の大切な資産を守るためには、一体どうすればいいのでしょうか。ここでいよいよ4つ目のポイント。船長が教える50代からの介護防衛戦術の真髄をお話しします。まず、一番最初にやるべき、最も譲ってはいけない掟があります。それは親の介護は、
親の年金と親の資産の範囲内で完結させることです。少し冷たい子供のように聞こえるかもしれません。しかし、これこそが家族全員が生き残るための大きな正解です。親が持っている現金預金がいくらあるのか、不動産は売れるのか、毎月の年金はいくらか、まずはその予算を兄弟や親族間で完全にガラス張りにしてください。そして、ケアマネージャーや施設側に最初にはっきりとこう伝えてください。うちの親の毎月の予算は〇〇万円が限界です。私の持ち出しはできません。この範囲内で受けられるサービスを組んでください。もし予算が足りないなら、施設のランクを下げる。あるいは、公的な補助が厚く費用が安いと区別養護老人ホームなどの順番を、在宅介護のサービスを組み合わせながら、粘り強く待つ。その冷静な判断とマネジメントこそが、子供ができる最大の、そして真の親孝行です。そして、自分の資産を守るための2つ目の強力な武器が、世帯分離という制度です。もしあなたが、様々な事情で親と同居している、あるいは同じ住民票の世帯に入っているなら、世帯分離の手続きを検討する余地があります。これは単に、役所で住民票の世帯を分けるだけの合法的な手続きです。なぜこれが必要になるケースがあるのか。世帯が一緒だと、世帯全員が住民税非課税であることなどの要件から外れ、食費や居住費の軽減制度である補足給付の対象外になったり、同一世帯の65歳以上の課税所得などによって、高額介護サービス費の上限が上がってしまう可能性があるのです。世帯を分けることで、親は単独の非課税世帯になれる可能性が高まります。そうなれば、後ほど説明する負担上限額が低くなり、毎月数万円単位の固定費が浮くケースがあるんです。実態として親と生計を分けている場合、役所の窓口で実態に合わせて生計を分けているため分離したいと伝えてください。同居しているから世帯は一つで当然だという固定観念を捨て、実利をもぎ取ってください。3つ目の武器は、高額介護サービス費と介護保険負担限度が国認定証の徹底活用です。病気の治療費に高額療養費制度があるように、介護にも1ヶ月に支払う自己負担額の上限を定めた救済制度があります。しかし、これは自動的に最大限適用されるとは限らず、多くの場合、役所に自分から申請しなければ利用できないものもあります。特に、介護保険負担限度が国認定証を役所に申請し、施設に提示しておけば、所得や貯金の要件に応じて、施設での食費や居住費が減免されるケースがあります。世帯分離をして非課税世帯になっていれば、この上限額が低いランクに設定され、月々の負担が数万円レベルで軽くなる可能性があります。知らないだけで損をしている50代が多すぎます。役所は、あなた、これを使えば安くなりますよと、個別には教えてくれません。知識を武装し、自分から取りに行く人だけが、激流から資産を守れるんです。それでは、今日の非常に重要なお話をまとめます。あなたが老後破綻の航路を避けるために、覚えて帰っていただきたいポイントは、以下の4つです。1つ目、令和8年、2026年の介護報酬見直しなどを背景に、私たちの見えないところで、介護の自己負担額が段階的に上がり得る、ステルス負担増の時代に入っている可能性があること。2つ目、親の介護に自分の貯金やNISAを取り崩して出すのは、優しさではなく、無謀な行為になり得ること。インフレの波と合わされば、1000万円という資産が消え去るリスクを直視すること。3つ目、あなたが合理的な判断を下せない原因は、サンクコストの誤謬と親戚への見栄であること。自分のお金を出さないことは、決して冷たい親不幸ではないと脳に叩き込むこと。4つ目、防衛策は、親の予算内での介護を徹底し、実態に合わせた世帯分離や、介護保険負担限度額認定証などの制度を使い倒して、合法的に支出の壁を作ること。いかがだったでしょうか。50代からの人生の後悔において、
自分自身の航路と資産を優先することは決して身勝手ではありません。むしろそれが家族全体に対する最大の愛になります。あなたが親の介護で貯金を使い果たし、生活に困り、将来あなた自身の子供に経済的な援助を求め迷惑をかけること、それこそがあなたを育ててくれた親が一番望んでいない未来のはずです。親が元気なうちに、あるいは介護の負担が深刻化する前に、三重と昭和の親孝行の常識を卒業し、実利としての防衛策を兄弟や家族で共有してください。その勇気ある冷静な決断が、10年後、あなたの家族全員を経済的な恐怖のない穏やかな笑顔にしてくれるはずです。今日のお話を聞いて、早速、親の本当の年金額と通帳の残高を確認してみます。同居しているので、実態に合わせて世帯分離を調べてみます。見栄を捨てて、ケアマネージャーに予算の限界を正直に伝えます。そう思えた方は、ぜひコメント欄で、皆さんの決意や、今まさに直面している介護のリアルな悩みを教えてください。皆さんの声が、同じ悩みを持つ仲間の大きな勇気になり、私の動画作りの一番の力になります。そしてこの動画が、皆さんのこれからの資産防衛や、家族の幸せを守る、一つの重要な羅針盤になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が、私がこの公開を続けるための原動力です。決して焦らず、世間の見栄と比べず、自分の航路を信じて、あなたの大切な資産と、そしてあなた自身の人生を守り抜いていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。